しかしながら、ほとんど多くの人が、やっぱ途中で諦めてしまうことって多いなと。停滞したからとか、ちょっとマンネリしたからやめるっていうと、結果対場もコスパも悪いですよと。後で結構苦労しますよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など、役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。前回がですね、辞める力ということで、会社を辞める際の最適な選択をするために社長からいろいろとお話をお伺いしましたが、本日は継続ということで、逆に会社を続けることの価値みたいなところをちょっとモン社長にお話しいただこうかなと思っておりますが、いかがでしょうか。そうですね、仕事だけじゃなくても続けることの価値みたいなことを今日話したいなと思いますと。続けるっていうこと、続ける人、辞める人みたいな感じですけど、続けることっていうのはとっても大切ですと。なぜならば成長の糧になるからですよね。続けることによって得られる成長の糧っていうのは、当然対象となる物事の習得もそうですし、大きな成果を生み出すための基盤、そして挫折や停滞を乗り越える自分に挑戦する姿勢や行動、自分への信頼、周囲からの信頼が得られると、いうことかなと思います。続けることっていうのは素晴らしいと身に染みて感じてますと。しかしながら、ほとんど多くの人がやっぱ途中で諦めてしまうことって多いなと。続けることって簡単じゃないなと思うんですよね。私も言うならばですよ、人生を振り返ると、そもそも学校に行くことっていうのを一回やめてしまったんですよね。もっと言うと僕野球やってましたけど、同じく野球もやめましたし、意外と僕人生を振り返ってみて、続けて極めたことってなくてですね。でも唯一、続けてるのは、それこそ会社の経営なんですよね。20年、約20年、会社経営続けてますと。唯一ですと。でも、40になって振り返って、会社経営いろんなことありますけど続けていて、続けるって素晴らしいことなんだなっていうのをとても実感してますよね。なんで続けられないのかっていうのを考えるんですけど、例えばですね、マラソンに例えると、全然マラソンやったことなくてやろうと思ったとするじゃないですか。最初はだからどのぐらい走れるかとかタイムとか分かんないわけですよね。仮に朝ジョギングから始めようとなると、始めて割とすぐに、なんなら始めてみたら5キロ走れると。ちょっとやっていくともうすぐ10キロは走れるようになったと。なんならもう何ヶ月かやったら10キロ60分で走るようになりましたと。そのうち10キロ55分で走れる。1年ぐらい経ったら下手したら10キロ50分で走れる。例えばこんな感じがあるじゃないですか。始めてから最初って上達がすごいんですよね。ゼロスタートなんで。ただ一定のラインに来ると、あれ10キロ50分で走れるようになってから、その先の記録になるまでって、ちょっと時間かかるわけですよ。もっとやり続けると、5分、例えばタイムを下げるのに、ものすごい時間を使うわけですよね。だから、要は成長実感が減っていくわけですね。なるほど。究極言ったらね、プロのランナーって、それこそ1分縮めるために、1年間、2年間、下手したら3年間練習してもできるかできないか分かんないみたいな。これと戦ってるわけじゃないですか。これみんな戦えないんですよね。だから仕事もそうなんですよね。例えば弊社と引っ越しの仕事もそうなんですけど、やり始めた時って全然何もできなかったのに、ちょっとやったらこれが持てるようになったとか、ちょっとそこからまたやってったらこんなことできるようになった、あんなことできるようになった、これ任せてもらえるって、できなかったことができるようになることがすごい多いわけですよ。でもだんだん時間軸が経つにつれて、新しいこと減ったなとか、できることがあんま増えてないなとか、つまんなくなるというか、とにかく新しいことを覚えること、できるようになることっていうのが減っていく感覚になるんですよ。例えばですけど、1年目は新しいこと、できるようになることがこれぐらいあったと。そしたら2年目はこれぐらいになって、3年目はこれぐらいになるわけですよ。みたいな感覚ですよ。なるほど。経験済みのこととかできるようになったことのウェイトが大きくなってくるんですよね。そうするとやっぱり普通の人っていうか大体ほとんどの人が停滞感とかマンネリにやっぱ負けちゃうんですよ。最初のうちは何事も新鮮でできることが
どんどん増えるの楽しいですね。でも続けるうちに新しいことできるようになることって減っていくわけですよ、量は。1年目だったら0-1のことが1ヶ月でできたのに、0から1個レベルを上げるために1年かかる、2年かかるって出てくるんですよね。やっぱり諦めちゃう、つまんなくなる、停滞するからやめちゃうと。こんなこと多いんですよね。なるほど。停滞を感じたときに、どのような選択をするかっていうことがやっぱり重要になってくるんですね。安易にここでやめるっていう選択しちゃいけないと。つまらなくなる、やる気なくなる、俺っている意味あるかなみたいな、存在価値見出せなくなった時と、こういう時に選択肢3つあるわけですよ。1個目はそれでも続ける、ですよね。前向きに。こういう人はやっぱりその先に本当の成長が待ってるなと思いますと。2つ目は、続けるんですけど惰性ですよね。なんか頑張ってももう新しいこともあれだし、もう一通りのことできるから、とりあえずでも続けるか惰性で、みたいな。これは現状維持みたいな感じですね。でも現状維持ってやっぱり緩やかに下降だと思ってください。真の専門性とかスキルとかが身につかないと思うんですよ。選択肢3つ目、やめるですよね。これ新しい環境で振り出しに戻るわけですよ。また新しいことをね、覚えること増えるから、1個勘違いすると楽しいとかになっちゃうんですけどね。だからこう続けられない人が、それこそこう最初やって停滞期にあたってやめて、転職して仕事変えて、また新しいことで楽しいから頑張ってまた停滞してやめてみたいになる可能性もとか現実がいっぱいありますよね。なるほど。やっぱり続けるっていうことは必ず停滞とかマンネリ来るんですよ。それはでもやっぱり続けるってことは自分と向き合い戦う、挑戦するみたいな、こういうことなんですよね。それに勝たないといけないと。それで初めてやっぱ成果が出てくるんだと。さっき言った選択肢の3つで言うと、1番続ける、前向きに続けるは、やっぱ自分への挑戦なわけですよ。で、得るものはやっぱり継続を身につけますし、衝動の習得、本当の一人前、プロになっていくわけですよね。逆に失うものは、その短期の楽しみや欲望をちょっと失ったりするわけですよ。そうですね。わかりやすく言うと。2個目の選択の惰性は、現状維持なんですよね。どっちかというと自己防衛みたいな。時間軸としては、現在視点だし、エセ中期視点みたいなね。エセ中期視点。で、得るものっていうのがリスク回避とか安全性ですよ。でも失うものはやっぱ機会ですよね。挑戦から得られる成長とか、本当のプロフェッショナルとか。3番のやめるも、正直結局都合のいい逃げですよ。現実逃避。時間軸は短期しか見てない。得るもの自己満足。失うものはさっきと一緒。機会ですね。挑戦する機会、成長する機会、能力習得とか。わかりやすい例は、スポーツだと思うんですよね。例えば今話題の大谷選手だって、当然挫折や停滞期は存在するわけですよ。今結局成功してるから、成功した姿ばっかりクローズアップされますけど、その裏にはとんでもない努力、行動、そして挫折、停滞、マンネリ、絶対あるわけですよ。確かに。でもやっぱりその大谷選手はおそらく常に前向きに改善と努力を続けてきて、自分はできるんだって信じながら目標を達成するんだという覚悟を持って挫折とか停滞を乗り越えてきたと思うんですよね。これはだからどんな仕事でもどんなスポーツを続けるとかでも一緒だと思う。結局やっぱりやり続けた、前向きにやり続けた人が結果うまくいくんですよね。仮にじゃあもう本当にこう名前もスポーツも知らないような人が前向きにやり続けてるけどあんまうまくいかないんだと、言ってたとしても、例えば知名度とか、とんでもない成果とかっていう意味では上げられない可能性もゼロではないんですけど、でもそれをやった自分に対する自信だったりとか能力とかは結果ついてるんで、他のことでも活かせますと。だから改めて選択肢の重要性なんですけど、停滞っていうのはある意味真の成長への入り口ですと。停滞したからとかちょっとマンネリしたからやめるっていうと、結果タイパもコスパも悪いですよと。最初のゼロから始めて停滞期まで行くまではいろんなことを経験する期間なんですよ。でもみんな勘違いするのは、やったとできるは違うわけですよね。でもみんなやったをイコールできるんだって自分で過信しちゃう人が多いんですよね。でもその先の停滞を乗り越えてちゃんと習得期に入るわけですよ。だから結局経験期で終わっちゃうとプロフェッショナルとしては何も習得してないんですよ。だから考えた時間もったいないんですよね。なるほどね。確かに。経験と実績を混同しちゃいけなくて、実績があるだけでは能力ではまだないんですよね。まあその実績を出せるだけの能力がついたねってあるかもしれないけど、その先能力を伸ばすんだったら混同しちゃいけないと。
だからまずはやったことがある、経験がある状態ですよね。次に本当にできるっていう状態は実績もあって、本当にできるようになったと。その先にやっぱ習得があるんで、これがまさに能力になった状態とか、なるほど。身についた状態で、一回習得したんだから、ちょっと期間空けてもとか、できるような、そう状態なんですよね。やったことがある、できる、習得するっていう感じでいくと、やったことがあるからできるに行きかけの時に、これは停滞期になっちゃう。この先にやっぱ習得があるんで。なるほど、なるほど。これって仕事においても、先ほど言ったように、経験期だけで停滞したからやめました。また新しいとこ行きました。また経験期楽しいからやりました。新しいことばっかり。また停滞しました。やめましたって。もう完璧にジョブオーパーになるわけですよ。確かに。もったいないですね。これもいつも言ったように若いうちは簡単に転職のチャンス見つけられるという前歌詞がありますと。だからといって、停滞期に当たったらもう転職って言ってると、後で結構苦労しますよね。やっぱりその停滞期を乗り越える癖がつけられないことですよね。要は停滞したらやめるを繰り返しちゃってるから、本当のこの習得は何もしてないし、若いうちは仕事いっぱいあるように見えるからいいんだけど、結局何も習得してないんで。なるほどね。やっぱ後からそれを見透かされるようになるわけですね。若いからまだいいんですよ。若いからまだいけるかなと思われるし、若くてできる仕事もいっぱいあるんで。やっぱ年を重ねるごとに何も習得してなかったら、この人は続かないよねって思われたりもするし、実際続かないし、スキルないなって正直言われかねないですよね。そうですね。確かに。どんどんこれもだから選択肢が狭まりますよね。経験実績をスキルっていうふうに勘違いしちゃってる人多いそうですね。そうですね。だから先ほど言ったようにやったことがあるとか、できるぐらいを能力だというふうにやっぱ捉えちゃう人が多いんで、それはあくまでも経験でしょうと。経験した実績ですよねと。習得してないんですよね。若い頃はやっぱ会社の育てようとか、まだ可能性あるとかって取りますけど、でも年齢重ねられちゃうと何ができるかで見られちゃったりするんで、成長の時間とか見てくれないですよ。だってやってきたでしょみたいな話なんで。そうするとやっぱ働ける場とか働ける会社とか職種も限られていっちゃって、あんまり稼げないですよね。だからね、例えば結婚して子供をね、2人育って大学まで行かしてとかね、考えたりとか、金持ちになりたいとかでもいいんですけど、稼ぎたいとかって思ってるんだったら、ちゃんと考えなきゃいけない。と思いますよね。いい会社が何かっていう議論はありますけど、僕は割とその報酬の種類と量が多い会社かなと。自分を高めてくれたり、人間関係を含む環境がいい会社、可能性がある会社とかだと思うんで、報酬の種類っていうのは要はお金だけじゃなくて、機械報酬が最もですけど、そういうその金銭報酬だけじゃない報酬の種類と、量が多いのはいい会社かなと思うんで、そういういい会社働けないんですよね。なのでやっぱりその物事を続けるとか突き詰めること、僕も本当に10代の時はできなかったですけど、経営を約20年続けてきて、続けることの素晴らしさってすごい実感しているので、しっかりとね、若いうちからやっぱりいろんなことをやってみるのもいいことですけど、ある程度継続するっていうのもいいことだと。そういうのを理解して、ちゃんとこう習得しようと思ったら、やっぱり一定限はやっぱりやり続けてみると、いうことを頑張ってほしいなと。なんで、停滞の先にこそ本当の成長がありますよと。そこは自分との戦いになるんで、そこに勝てるようになりましょうっていう感じですかね。ありがとうございます。継続することの価値ということで、継続することは成長の糧となりますよと。なぜ人は途中で諦めちゃうのかっていうと、成長の実感が減るからとか、鈍化するから、これが停滞マンネリにつながりますと。そういうのを感じるとやめたくなっちゃう人が多いと。じゃあその停滞期にどう向き合うかということを、やっぱり前向きに続ける。これを本当の成長、習得期に入ると。いうことを頑張ってほしいなと。乗り越えるためにはいろんな施策細かいのは具体的にはありますけど、まずはやっぱりこの停滞期が来た時に、これは自分との戦いだと。乗り越えるんだというマインドを持つことが大事ですね。このマインドがあればやっぱり、じゃあその停滞期を乗り越えるために何をしたらいいかと。具体的な施策を自分でも考えてきますからね。継続がキャリアに与える影響も考えなきゃいけないし、経験実績習得みたいなのもちゃんと理解すると。
はい、まとめると、停滞っていうのは、自分にとって本当の成長への入り口だと。続けること、そこから続けることは自分との戦いだから勝ちに勝とうと。長期的な視点で見ると、やっぱりやり続けた人が成功してるなと。なので、諦めるとかやめる前にどう乗り越えるかをとにかくマインドセットとして考えていくと。短期的な快楽よりも長期的な成長を意識してやっていきましょうと。そういうことですね。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも励みになっております。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。